こんにちは。今日はこの立体的なストライプのバッグを作っていきます。この模様は引き上げ編みと方眼編みを一緒にした模様になっています。これを使ってワンハンドルのバッグを作っていきます。で、実はこれは2年前の22年の7月に公開したバッグになっています。その時にはこのようにショルダーバッグと短くして腕にかけるタイプのバッグを紹介しました。これを今回は何点か改善してさらに可愛くすっきりとしていて作りやすいバッグにしていきます。実はこの模様編みはさらにその1年前21年の8月のバッグを作るために考えた模様になっています。その時のこのちょっと変わった凹凸のあるストライプなので、実際には3年かかって今回のバッグになります。3年かかっているのでぜひ試してみてください。今回使用する糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 色はホワイト、 40g で約96メートル、使用かぎ針の目安は6号。これを今回は2本一緒にして7号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。以前のものは鎖33で編んだんですが、今回は少し変えます。具体的には鎖の数を21、29、37、45、ちょっと間隔が広いんですが、これで編んでいくとすっきりと収まります。2本を一緒にして鎖を編んでいきます。この時の鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。鎖編みをしてきました。次は細編みで一周します。楕円形の底にするので、鎖の両端に細編みを3つ、こっちにも3つ、こっちで見るとこれがこの部分、この両端に細編みを3つ、こっちも3つ。ただこの糸の出ているところ、こっちは3つあるうちの2つから、この2つを最初に編んでぐるっと編んで、最後にもう一つで3つにします。まず細編みをするので鎖をもう一つ、一つ戻って2つ目に細編み。この時は表ではなくて裏返して盛り上がっているところ、ここに細編みをした方がそこがきれいに出来上がります。できれば裏から針から1、2、これが1つ目の細編み。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、同じところにもう一つ、これで一つの鎖に細編みが2つ、次から1つずつ細編みをしていきます。まずこの隣、
次も一つに一つの細編みを続けます。端の一つ前まで、ここまで続けていきます。端の鎖の手前まで編んできました。端の鎖には細編みを3つ。まず1つ目、2つ目で、この時このかぎ針と長い糸の間を通って向こうにこの糸端を寄せておきます。針と長い糸の間、向こうに寄せたら細編み、次は3つ目、同じところ、今度はこの短い糸端を手前に寄せます。長い糸と針の間で3つ目の細編み、こうすると細編みの間を糸端が通るので、この目があまり広がりにくくなると思います。それと最初の結び目が横になるので目立ちにくくなると思います。このまま一つに一つの細編みをしていきます。まずこの3つ入れた隣、ここに細編み、糸端は編みくるんでいきます。次も隣、このまま細編みを続けていきます。でその前にこの今一つの鎖に細編みを3つ入れたところ、後で見分けやすいようにマーカーをつけておきます。3つ入れた1つ目と3つ目、この範囲でまた数を増やしてカーブを作っていきます。でこのまま細編みを続けてここまで編んでいきます。ぐるっと編んでスタート地点まで来ました。最後はこの1つ目の細編みの入っているところ、これが1つ目。この細編みの入っているのはこの足の鎖のところ、ここに最後の細編み、これでこの端の目に細編みが3つ、こっちも3つで楕円形になっています。最初の細編みに引き抜きます。でギュッと、で今引き抜いた糸、これは最後の細編み、これは引き抜いた糸で、次に編む時に見分けにくくなるのでちょっとマーカーをつけておきます。これで1周目が終わりました。次は2周目。2周目はここに細編みが3つあって、それぞれに細編みを2つずつ、こっちで見るとまずここに2つ、ここも2つで、こっち側も2つ2つ2つ、ぐるっと編んで最後のこの細編み、ここにも2つで
3つ増やします。こっちも細編みが3つ増えました。まず細編みをするので鎖を1つ、鎖の根元、ここに細編みを2つ、この細編みのところに2つ、1、2、次も2つ、これでカーブになりました。次からは1つずつ端まで続けます。このマーカーの手前まで、ここまで細編みを続けます。反対側まで来ました。このマーカーのついたこの3つ、それぞれに細編みを2つずつ、1、2、ここにも2つ、1、2で3つ目、1、で後でちょっと見分けにくくなるのでマーカーをつけておきます。この3つに2つずつ編んだ細編みのところ、この6個の範囲の始めと終わり、マーカーをつけました。またここで次に数を増やします。ここからまた1つに1つずつ、細編みを編んで、この引き抜いたところにつけたマーカーの少し手前まで、ここまで編んでいきます。2周目のスタート地点まで来ました。最後の細編みに細編みを2つ、ここが最後の細編み、この引き抜いたところにつけたマーカーの手前、ここに細編みを2つ、1で2で、これは外して最初の細編みに引き抜きます。でこれでこの範囲で細編みが3つ増えました。でまた後で見分けやすいように今引き抜いた糸にマーカーをつけます。これが最後の細編み、ここが引き抜いた糸。次は3周目。3周目はこの範囲でまた細編みを3つ増やします。なのでこの2つの細編みのどちらかを2つにします。こっちも1つ細編みを増やしたいのでどちらかを細編み2つにします。こっちでも細編みを3つ増やします。2つのうちのどちらかを2つにします。まず鎖を1つ、根元の細編みを2つにしてみようと思います。わかりやすいように2つ1つ2つ1つと編んでいきたいと思います。まず
1つ目の細編み、同じところに細編みをもう1つ、これで1つの細編みに細編みが2つ、次は1つ、次は2つ、次は1つ、でこれでカーブができました。次からまた1つずつ1つずつ編んで、この手前まで編んでいきます。反対側まで来ました。またこの範囲で細編みを3つ増やします。で簡単にするので212121と編んでいきます。まずこの一番端の細編み12で、マーカーはもう必要ないので、次は1、次は2、次は1、次は2、次は1、次からは1つずつ端まで、この引き抜き編みにつけた123つ手前まで編んでいきます。3周目を編んでスタート地点まで戻ってきました。足元を見ると細編みが2つ、このどちらかを2つにしてもう1つを1つにします。ここを1つにしてみます。で次を2つにします。どちらを2つにしても大丈夫です。同じところにもう1つ、でこれでこの範囲で細編みが3つ増えました。でこれは必要なくなるので外して、最初の細編みに引き抜きます。これで底が出来上がりました。ちなみに長さは約27センチ。側面を編んでいくともう少し広くなります。次は側面の1周目。まず鎖を3つ、1、2、3で、見分けにくくなりそうだったらマーカー、隣に長編み、この鎖の根元はここ、隣に長編み、次も長編み、これで鎖3つ、長編み2つ、次は鎖を1つ、足元1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目に長編み、長編みは全部で3つ連続します。次も長編み、次もこれで鎖と長編み3つ、これを繰り返していきます。鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、
長編みは全部で3つ。この四角と長編み3つを繰り返していきます。鎖1つ、四角、でこれで1周します。側面の1周目を編んで最後まで来ました。今長編み3つを編んだところ、鎖を1つ。この鎖はちょっとだけ小さくしておきます。足元を見ると細編みが1つ。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、引き抜いてつなげます。この時針を入れるのはこの鎖の上が2本、下が1本の位置で引き抜いてつなげます。これで側面の1周目ができました。次は2周目、また鎖を3つ、1、2、3。次は長々編みの引き上げ編みをします。長々編みは針に糸を2回絡めます。長編みの時は1回で、長々編みの時は2回で、針を入れる場所はここではなくて、この下の長編みの後ろ、この真ん中の長編みの後ろを通って糸を引き上げます。でこれを2本ずつ引き抜いていきます。まずこの2本から引き抜きます。次この2本、これで長々編みの引き上げ編み。次は長編みの上に長編み、普通の長編みをします。2周目はこんな感じで編んでいきます。次は四角の上に四角、鎖を1つ、長編みの上に長編み、四角ができました。でこの長編み3つの真ん中の上には長々編みの引き上げ編み絡めて、真ん中の長編みの後ろで糸を引き上げて、端から2本ずつこれで引き上げ編み。次は長編みの上に普通の長編み、これが今回の模様になります。また四角の上に四角、長編みの上に長編み、真ん中の長編みの上に長々編みの引き上げ編み、2本2本2本で、長編みの上に長編み、次また四角の上に四角、
で長々編み、で長編み、四角、これを繰り返して一周します。でぐるっと編んで最初のところまで戻っていきます。側面2周目を編んできました。最後の長編みの後に鎖を1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目、鎖を3つ、でまた長々編みの上に長々編みで、この長々編みの後ろを通ってで糸を引き上げます。で長編みの上に長編み、四角、長々編みの上に長々編み、後ろを通ってで長編みの上に長編み、こんな感じにつながっていきます。四角、これからずっと同じように編んでいきます。このままぐるっと続けて編んで、最後はこの鎖の下から3つ目でまた鎖3つで立ち上がってぐるっと編んでいきます。これを繰り返してしばらく編んでいきます。14段編んできました。長さはこの模様編みが始まったところから約19センチで、そこから測ると約20センチ、ちなみに横幅は28センチで、この高さはお好みにします。こっちで見るとこんなバランス、この時にはこれは横幅がちょうど一緒になっています。で比較すると
ちょうど 1.5 センチぐらい短くなっています。今回はこれぐらいで編んでいこうと思っています。好みによって変えていくんですが、これは使う時に縦に引っ張られて少しと長くなります。それも含めて好みの長さにします。これも引っ張った状態でバランスを見ます。で、好みの長さまで編んだら、次はハンドルを作っていきます。真ん中にマーカーをつけます。模様を整えて、端から四角の数を数えていきます。1、2、3、4、5。こっちからも1、2、3、4、5。真ん中の四角。ここにマーカーをつけておきます。こっちも同じ。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。で、真ん中。で、この糸は切っておきます。まず鎖一つを編むようにして糸を切ります。引き抜いて引き締めておきます。で、ここからスタートします。この時編みやすいように、最初に鎖を編んだ時のように一回結び目を作っておきます。で、この四角のすぐ隣、この長編みの上に針を入れます。で、このループになっているところ、針を戻して引き抜いて、ここから鎖を2つ、1、2で、次はこの引き上げ編みの隣、足元を見ると1、2、2つ目に未完成の長編み。未完成の長編みは長編みを完成させてしまわずに、途中までの長編み絡めて1、2、今3本針にかかっています。2本から引き抜きます。これが未完成の長編み。鎖2つと未完成の長編みを一度に引き抜いて数を減らします。三角ができました。で、ここに後で見分けやすいようにマーカーをつけておきます。次からは下と同じように編んでいきます。四角の上は四角、引き上げ編みの上には引き上げ編み、下と模様が揃うように編んでいきます。次は長編み、四角、引き上げ編みの上に引き上げ編み、これで反対側まで編んでいきます。このさっき糸を切った真ん中はこの鎖の下から3つ目、1、2、3、ここに
針を入れて長編みをします。これ以降はまた同じ。で、この糸端は後で針で隠しておきます。真ん中につけたマーカーの手前まで来ました。次は四角の上に鎖を1つ、下の鎖を飛ばして次の長編み、ここに未完成の長編み、ここを飛ばして次未完成の長編みをします。次はこのまま1つ飛ばして2つ目、長々編みを飛ばして次の長編み、未完成の長編み、1、2、未完成の長編み、これで未完成の長編みが2つ、一度に引き抜いて三角ができました。次は2段目、鎖を2つ、1、2、裏返して、今度は内側から編んでいきます。今糸が出ているのは三角の上、下の四角を飛ばして次の長編み、ここに未完成の長編み、1、2、この鎖2つと未完成の長編みを一度に引き抜いて三角で、斜めのラインができています。今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。で、次から外側から見て模様が揃うようにしていきます。で、外側から揃うようにしたいので、次はこの針を後ろに回して、で、糸を引き上げていきます。長々編みで、このままこの長々編みの下を通ります。ここを通ります。こっちから見るとここで糸を引き上げて長々編みで、長々編みなので2回絡めて針を後ろで、糸をこの長々編みから糸を引き出します。で、また2本ずつ引き抜いていきます。これで長々編み、外から見ると模様が揃っています。で、この長々編みが少し編みにくいので、その時には2回絡めて、で、長々編みの後ろで、この糸を引き出す時にちょっとやりにくいので、これを横に向けて、で、糸を引き出すと少しやりやすいかと思います。横に向けてここを通すとやりやすいかと思います。で、また同じように2本から引き抜いていきます。これで長々編み、次は長編みの上、模様が揃うように編んでいきます。四角の上に四角で、また長々編み絡めて後ろで、ちょっと横から見て
2本ずつ引き抜いて長々編み、次は長編み、四角、長々編み、こんな感じで反対側まで編んでいきます。でこのさっき減らし目をした少し手前まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。今長々編みを編んだところ、次はこことここで未完成の長編みを編んで三角を作ります。長々編みのすぐ隣、この長編みの上に未完成の長編み、次の四角を飛ばしてこのマーカーをつけたところ、この三角の上のところ、未完成の長編み、未完成の長編みが2つ、一度に引き抜いて三角、これで斜めのラインができていきます。次また鎖を2つ、1、2、裏返して今度は外側から編んでいきます。また足元1つ飛ばしていきます。今三角の上から糸が出ています。次はここを飛ばして次のこの長編み、未完成の長編み絡めて1、2、一度に引き抜いて三角、今引き抜いたところにマーカー、次からは今までと同じ模様が揃うように四角の上に四角、長々編み、長編み、四角、と今までと同じようにずっと端まで編んでいきます。またこのマーカーの手前まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。次はこことここで未完成の長編み、このマーカーのところとその手前の手前、ここで三角を作ると覚えてもらったらやりやすいと思います。まず四角の上に鎖を1つ、マーカーの手前の手前、ここに未完成の長編み、次はマーカーのところ、一度に引き抜いて三角、鎖を2つ、1、2、裏返します。内側から編んでいきます。で、三角の上に鎖が2つ、
足元一つ飛ばして二つ目、こことここで三角、1、2、三角ができました。でまたマーカーをつけておきます。次からは下と揃うように編んでいきます。またこの長々編み、後ろを通して、でここを押さえて糸を出してくるとやりやすいと思います。でここから2本ずつで長編み、四角、これ以降はさっきと同じです。端まで編んでいきます。ここら辺まで編んでいきます。4段目の端まで来ました。今長々編みを編んだところ、次はこのマーカーのところとその手前の手前、こことここで未完成の長編み、まずここ未完成の長編み、次は四角を飛ばしてマーカーのところ、未完成の長編みを編んで一度に引き抜いて三角、裏返して外側から編んでいきます。鎖を2つで外側からまた三角を作っていきます。足元ここを飛ばして次1、2、三角ができたらマーカー、ずっとこれを繰り返していきます。四角の上は四角、同じ模様を編んでいって、また端で三角を作って裏返して、でまた外側と同じになるように編んでいきます。これでしばらく編んでいきます。このまま台形に狭まっていくように編んでいきます。9段編んできました。今三角と四角と長編み、引き上げ編み、長編み、四角、三角、これぐらいの太さになったら次はちょっとだけ狭くします。この幅で作っていくとちょっと太いので、もうちょっとだけ狭くしていこうと思っています。まず鎖を2つ、1、2、裏返します。今まではここを飛ばしてここに未完成の長編み、ただここではちょっとだけ狭くしたいのでここに針を入れます。ここではなくてここで、この四角の上のところに未完成の長編み、これを一度に引き抜いて細長い三角でマーカーをつけておきます。ここからは同じです。長編みの上に長編み、引き上げ編み、長編みの上に長編み、次は四角とマーカーのところ未完成の長編み、次はマーカーのところで引き抜いて細長い三角、
この幅でストラップを作っていこうと思います。次は狭くしないでまっすぐ編んでいきます。まっすぐ編むんですが、鎖は2つ、1、2、3つにするとちょっと広がってしまうので、今回は鎖2つで編んでいきます。次からまた下と同じ長編みの上に普通の長編みで、引き上げ編みの上に引き上げ編み、長編みの上に長編みで、マーカーのところこの幅でストラップを編んでいこうと思っています。で、次また鎖を2つ、1、2、裏返します。同じように編んでいきます。隣に長編みで、引き上げ編みで、長編みの上、最後は鎖2つの下から2つ目長編みをします。この鎖の下から2つ目、ここに長編みで、これを細長く伸ばしていきます。鎖2つ裏返します。隣の長編みに長編み、引き上げ編み最後は鎖1、2、2つ目に長編みで、これを繰り返してで好みの長さにします。で、こちら側も同じように編んで、で好みのバランスにします。で、とりあえずこの手に持つ長さの場合、これぐらいでやめておいて糸を切って置いておきたいと思います。で、またこっち側を編んで、でその時に合わせてみてで調節したいと思います。ここで一旦糸を切ります。少し長めに残しておきます。で、反対側も同じように作っていきます。両方とも同じように編んできました。で、このまっすぐの部分、これを好みの長さまで編んで、でバランスを見ます。これぐらいでよかったらここを閉じ合わせます。私の場合はこのまっすぐの部分を1、2、3、こっちは2段、全部で5段まっすぐ編んで合わせていきます。ちょっと短めなんですが、使う時にはちょっと引っ張られるのと、短めが可愛いかと思うので、これぐらいで合わせていきます。で、糸は右側
で今さっき残した糸がちょっと長めにあるので、こっちで縫い合わせていきます。こっちは10センチぐらいで切っておきます。でこの段数が奇数か偶数かによってちょっとこの糸端の向きは変わってきますが、右側に縫う糸を出すとやりやすいかと思います。で今、ちょっと引き抜いてあるんですが、これをほどいて、この状態にして縫い合わせます。こっちもで表で合わせます。縫う糸を右上、こことこことこことここ、最後は鎖2つの下から2つ目、こっちも鎖2つの2つ目、こことここを合わせます。まずこの端と端、手前から手端は2回、隣で次次はここ、で次はこの鎖の下から2つ目、こっちも端の鎖の下から2つ目、端は2回で、あとはこれを隠してほどけないようにして終わりです。で糸端を何回か行ったり来たりして隠していきます。これでつながりました。最後に縁編みをしていきます。縁編みをするとちょっと可愛くなるのと、あと伸びにくくなるので一手間かかるんですが、していきたいと思います。さっきと同じように結び目を作って、マーカーをつけた真ん中の四角で糸を引き出して引き抜いて、ここから鎖を2つ、1、2で、今この引き抜いた糸、針から数えると1、2、3、ここにマーカーをつけておきます。で次はこの三角、ここに針を入れて引き抜き編み、こんな感じで編んでいきます。鎖を2つで、次またこの三角、すごく簡単に縁編みをしていきます。鎖2つ
次の三角、まっすぐの部分の近くまで来ました。ここでも鎖2つでだいたい等間隔になるように針を入れて引き抜き編みをしていきます。この長編み1つの代わりの鎖の横にも引き抜き編み、鎖2つ、長編みの横にも引き抜き編みで、また鎖2つ、長編み1つの代わりの鎖で、ここは針で合わせたところ、ここもだいたい等間隔になるようにここら辺に入れていきたいと思います。鎖2つ、次のこの鎖2つの隣、でまた斜めのところでは三角に針を入れてだいたい等間隔になるようにここまで戻ってきます。スタートしたところまで来ました。まだもう少し間隔があるので鎖2つで、ここに引き抜き編みをしていこうと思います。でこのまま少し長めに糸を切ってとじ針で始末していきます。このマーカーをつけたところ、ここに針を入れてさっき引き抜いた糸、これがここから編んできた最後の引き抜いたところ、ここに上から針を入れて、あまり目立たないので大体で大丈夫です。つながったら裏で隠します。何回か行ったり来たりするとしっかりと留めることができます。こっちが終わったら編み始めの糸、これも隠しておきます。それが終わったら反対側も同じように縁編みをしていきます。それができたら終わりです。こんな感じに出来上がりました。とても可愛く出来上がったと思います。模様編みは立体的なストライプになっています。角度を変えると面白くて可愛い模様になっています。この四角の透かしがあることですっきりとした感じになっています。で、綿の糸で編んだこともあって爽やかな印象になりました。
でそこは狭め、横幅が広いのでここは狭めにしてすっきりとした感じにしました。縁は少しだけ飾りをつけました。あまり甘くなくてと使いやすいイメージになっています。横幅は28センチ、ちょっと広めなんですが、全体的にコンパクトなのであまり重い感じもしなくて使いやすいと思います。で今回のこの長さは腕にかけて使いやすい長さで、この部分をもっと長くするとショルダーバッグにするのも簡単です。お好きな形にアレンジしてください。サイズは上から下までは35、横幅は28、この部分は45、使った糸は 160g。 ついでに今回試し編みしたこっちのバッグのサイズも紹介しておきます。縦は約19センチ、横幅は約24センチ。これは試しに編んだもので鎖が33。今回編み方を紹介したものは鎖37。少しだけ狭くなっています。で、こっちは肩にかけられるようにストラップを長くしています。この三角のところから35センチ。肩に合わせて長さを決めました。こっちはこの部分が約7センチ。この長さを好みに変えて好きなバッグにアレンジします。最後までご視聴ありがとうございました。